今回のドローチューブは原田さんへのインタビュー会です。インタビュー回答の音声は私、日向さくらがお送りいたします。ブースフェスティバルの創作 BL 会が開催されるということで、メインイラストを担当させていただきました。バリエーション豊かな人間模様が展開される創作 BL というジャンルで、どういう組み合わせでも想像ができるように3人以上のキャラクターを配置することは最初から決めていました。また BL 自体エッジの効いた間口の広いジャンルなので、少々の不健全さも盛り込んでいます。なるべく物語性が出て、さまざまな解釈が自由にできるよう意識しました。またキャラクターの解像度を上げるため、簡単なキャラデザを描いてからイラストのラフ作成に入りました。普段は漫画をメインに描いているため、キャラクター同士の白黒の配置バランスを考え、引きの構図でも見分けがつくようにしています。設定面に関しては、今後のストーリー展開で動かしづらくならないよう、初期はキャラクターの核の部分、つまりストーリーの始めから終わりまでおそらく変わらない軸となる設定や性格、外見だけ確定させ、その他のディテールはあまり詰めず後付けすることが多いです。オリジナルイラストの場合だと、あまり深く考えず自由に好きなものを盛り込みます。生活様式が全く違うであろう人間の差を描きたかったため、シンボリックなアイテムやファッションを身につけさせ、バックグラウンドが一目でイメージできるようにしました。3人の関係性の良し悪しや、両サイドの2人がこのスタイルに至った経緯などは、あらゆるパターンがあっても面白いので、設定はあえて確定させていません。提出したラフのうち、もう1点は勢いと表情を優先したバストアップの構図だったので、今回のイラストに関しては物語性を強めた少し引きの構図にしました。黒い学ランと対比になるよう作業着は白、ほぼ坊主のベリショはハイトーンでということだけ決めており、その他の配色は行き当たりばったりで塗りました。リアルのカラーを意識するより、好きな雰囲気になるまで色を変えていまして、よく言い換えればライブ感を楽しんでいます。また最近はレイヤー効果の除外で色をくすませるのが好きなので、このイラストにも適用しています。ほぼフルデジタルでしか描いてこなかったため、アナログのペン入れのように一発で線が引けず、トライアンドエラーが多いです。その代わり後からの修正がいくらでもできる分、大胆に気に入るまで線が引けるので、強弱やメリハリをつけやすいのかと思います。特別なことは実は何もなく、漫画で数を描いたことが多少は経験になっているのかもしれません。強めの線が好みなので、色を変えた少し太めの線画レイヤーを重ねてます。作業環境の面では、液タブだけでなく、正面のモニタにも作画画面を映して、真正面から見た時にバランスが崩れていないか確認するようにしています。イラストの仕事は経験が浅いので恐縮なのですが、作品ありきのものに関わらせていただく場合、イメージのすり合わせやリサーチをできるだけして、その作品に没頭する環境を作り、リスペクトを込めて描くことを意識しています。今回のようにオリジナルイラストを描かせていただける場合は、かなり自由に好みのものを描きますが、テーマや求められているものから逸脱しすぎないよう、
手綱は自分で握ります。他自作品ですと、今後の流用を考えてなるべく全身をあらかじめ描いたり、レイヤーを細かく分けておき、何かと対応しやすい状況を作ったりしています。漫画とイラストは全然違うものということを、イラストの依頼をお受けするたびに身に染みて感じました。ただ共通して大切だと思えるのは、描いているものを好きになることです。自分の技術や作品のクオリティへの褒めというより、描いている対象への褒めがやる気につながるような気がしてます。特にゼロから描いていくオリジナル作品の場合、何が正解かわからない手探り状態なので、まず自分が好きになって肯定することは大切だと感じます。ページ数や言葉で情報を重ねられる漫画と違って、1枚に情報を収めることを要求されるイラストはあまりにも奥深すぎて、正直条件を考えるのも難しいです。ただ数年後に見てもまだ結構好きかもと思えたら、自分にとっては成功です。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いいたします。You used to stop this world from spinning.